パンク、下手くそたちの革命、音楽の DIY の哲学。はあ、ギターの練習してるんですけど、F コードが抑えられなくて挫折しそうです。プロの演奏動画を見れば見るほど、自分には才能がないなって。ガク君、あなたは今、上手くないと表現してはいけないという呪いにかかっていますね。でも、下手な演奏なんて誰も聞きたくないでしょ？いいえ、かつてその技術至上主義を中指一本で破壊した若者たちがいました。彼らは叫びました。コードは3つでいい。さあ、今すぐバンドを組めと。それが1970年代後半に起きたパンクロックという文化革命です。今日は音楽の歴史を変えた DIY、 自分たちでやるの哲学について解説しましょう。まずパンクが生まれる前の状況を知る必要があります。70年代半ば、ロックは恐竜になっていました。ピンク、フロイドやレッド、ツェッペリンに代表されるスタジアム級のバンドたちです。彼らの音楽は芸術的で素晴らしいものでしたが、同時に高尚になりすぎていました。20分も続くギターソロ、高価なシンセサイザー、オペラのような構成、観客席の貧しい若者たちにとって彼らは神であり、決して手の届かない存在でした。確かに、あんな超絶技巧、真似しようとも思えないですよね。ロックは死んだ、金持ちの道楽になった、そんな閉塞感を打ち破ったのがある下手くそな若者たちでした。ニューヨークのラモーンズやロンドンのセックス・ピストルズです。彼らが提示したのは引き算の美学です。ギターソロをいらない、高価な機材、盗んできたアンプでいい、曲の長さ2分で終わらせろ。早い、安い、うるさい、まるでファストフードですね。まさにそうです。彼らはロックを神々の芸術からガキの遊び場に引きずり下ろしたんです。しかしこのセックス・ピストルズというバンド、実は仕掛け人がいました。マネージャーのマルコム・マクラーレンです。彼はロンドンでセックスというブテイックを経営していて、店の宣伝のためにバンドを作ったんです。アイドルグループみたいにオーディションで集められたんですか？半分はそうです。ボーカルのジョニー・ロットンは店に変な T シャツを着てスカートされました。愛、ヘイト、ピンク、フロイドと手書きした T シャツです。喧嘩売ってるな。でもその姿勢が変われたんですね。マルコムは状況主義、シチュアシオニズムというアート理論の影響を受けていました。退屈な日常を破壊するためにスキャンダルという爆弾を仕掛ける。つまりパンクは自然発生した暴動であると同時に高度なアートプロジェクトでもあったんです。そのプロジェクトの象徴がベーシストのシド・ビシャスです。彼は途中から加入したんですが、なんとベースが全く弾けませんでした。プロなのに。レコーディングでは別のギタリストがベースを弾いていたほどです。でも彼はパンクそのもののような見た目と振る舞いをしていました。ステージで暴れ、観客を挑発し、最後は若くして散った。技術なんてなくても存在感、アイコンだけで伝説になれることを証明したんです。極端だけどある意味究極の表現者かも。そしてこの革命を決定づけた伝説的な図解があります。1976年のファンジン・スニスフィン・グルーに掲載されたページです。ギターの指板の絵が3つ描いてあって、こう書かれていました。ここに1つコードがある、ここにもう1つ、そしてこれが3つ目。さあバンドを組め。うわぁ、しびれますね。許可が出た気がする。お前もやっていいんだって。これこそがパンクの革新、 DIY、 精神です。教則本を全部終えてからデビューするんじゃない。やりたいという衝動、初期衝動があるなら下手くそでも今すぐステージに立てと。技術よりもアティチュード、姿勢を優先したんですね。この精神は音楽だけでなくファッションにも飛び火しました。お金がない若者たちは高い服を買う代わりに破れた T シャツを安全ピンでつなぎ合わせ、ゴミ袋をかぶり、髪を砂糖水で逆立てました。文化人類学者のレヴィストロースはこれをブリコラージュ、起業仕事と呼びました。あり合わせの材料を組み合わせて本来とは違う新しい意味を作ることです。ただの事務用品である安全ピンを反逆のアクセサリーに変えたわけですね。はい、これは消費する側から創造する側への転換です。企業が作った流行を追うのではなく、自分たちでスタイルを作る民主化がここでも起きていたんです。そしてその DIY 精神が世界を変えた夜があります。1976年6月4日、マンチェスターで行われたセックスピストルズのライブです。観客はたったの40人ほどしかいませんでした。ガラガラじゃないですか。それが伝説なんですか？重要なのはその中身です。その40人の中に後のジョイ・ディビジョンや
スミスを結成する若者がいたんです。イギリスのロック界の超重要人物ばかりじゃないですか。彼らはピストルズの演奏を見て感動したわけではありません。むしろこいつらへたくそだな、俺でもできるじゃんと思ったんです。そして翌日全員が楽器を買いに行きバンドを組みました。俺でもできると思わせること、これこそがパンクの最大の功績です。完璧な演奏を見せるより未熟でも情熱を見せる方が人を動かすことがあるんですね。ピストルズがノーフューチャーと叫んだ背景には切実な現実がありました。当時のイギリスは英国病と呼ばれる大不況の真っ只中、若者の失業率は極めて高く、ゴミ収集のストライキで街はゴミだらけでした。本当に未来が見えなかったんですね。はい、だからこそその怒りは本物であり、多くの若者の共感を呼んだんです。一方で破壊だけでなく連帯を目指したバンドもいました。ザ・クラッシュです。彼らは同じく差別に苦しんでいた移民たちの音楽レゲエを取り入れました。パンクの激しいビートとレゲエの裏打ちのリズムを融合させ、白い暴動だけでなく人種を超えた団結を訴えたんです。ただ暴れるだけじゃなく音楽的な進化もあったんですね。パンクムーブメントは短命でしたが、その種は意外な形で花開きました。ピストルズ界サンゴボーカルのジョニー・ロットンはジョン・ライドンに戻りパブリックイメージリミテッドを結成しました。そこで彼がやったのはロックンロールの破壊です。金属的なノイズ、極端に重いベース、お経のようなボーカル、パンク、ファッションに安住する若者たちを今度は彼自身が嘲笑したんです。同じことを繰り返すのはパンクじゃないってことか。どこまでも反逆者だ。またパンクは女性たちにもマイクを渡しました。パティ・スミス、スージー・スー、ポリー・スタイリン、それまでグルーピー追っかけ扱いされがちだった女性たちが、私にも言いたいことがあるとステージで絶叫し始めたんです。技術がいらないという民主化がジェンダーの壁も壊したんですね。その後インディーズレーベルが乱立し、誰でも CD を出せる時代が来ました。そして現代の YouTube や SNS もこの延長線上にあります。そうか、僕が今スマホ一つで動画を投稿できるのもパンク精神のおかげなのか。プロに頼らず自分でやる、この思想はインターネット時代にこそ満開になったんです。ガク君、F コードが弾けなくても3つのコードで曲は作れます。大切なのは技術が足りないからやめることではなく、今の技術で何ができるかを考えることです。それがパンクの教えです。勇気が出ました。とりあえず大声で叫んでみます。ああ、でも近所迷惑には気をつけてくださいね。そこは社会性持ちましょう。パンクだけど常識人。今日は下手くそたちが起こした革命について解説しました。初期衝動大切にしたいですね。皆さんは技術不足で諦めてしまったことはありますか？下手だけどやってみたというエピソードがあればぜひコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ノーフューチャー、未来なんてない。今を生きろ。